シュアップなんですけど、みんなプッシュダウンするんですよ。プッシュダウン、地球を押すと。はい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 。めっちゃうまいですね。入りが全然違います。吸収すると。どうもシステマ東京の北川です。こうやってね。あ、やめなさい。懐かしい。半年ぶりの。この線一個ぐらいなくてもよくいや、もう今ダメなんですよ。ダメなの。それはい、全部大事なんですよ。ちゃんと残ってるね、落ちないでね。ね、まだ落ちてないね。いやまだ早くやってまだ残ってるもおかしいですよ。早く始めて。お疲れ様です。早く始めて。よろしくお願いします。あと今日はミッキーさんもね。はい。はい、一緒です。はい。ここがミッキーさん。お願いします。します。今日はね、佐々木さんのところに遊びに来て、で、ちょっとシステマのストライクについてですね、スポーツトレーナー的に真面目に考えるっていう。あれですか。今日僕は仕事する日ですか。しないつもりだったの？いや、僕大抵しないじゃないですか。もう笑ってればいいんでいつも。真面目にそのスポーツトレーナーの見地からシステマのパンチをちょっと考えるっていう。うん。ああ、いいですね。で、それをミッキーさんに身につけてもらうっていう。お、ありがとうございます。ということで、良いですか？頑張ります。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、小賀流観察術の技にしていいってことですね。もうどんどんやってください。ありがとうございます観察術。そんなのあったの？そう。初めて知ったんですか。うん。ということで、はい。でね、ちょっと一個、はシステムではこうやるんだけど、は実際にスポーツ的にはこうどうなってんだろうっていう、よくわかんないけどこうなるっていうのがあって、はでそれがねどういうのかっていうと、お、早速ですね。プッシュアップではこれシステマで超大事なエクササイズなんですけども、は体を持ち上げるんじゃなくて、い。は地球を押すと。い。はでそれで全然この働きが変わってくるわけですよ。いはで例えばこれで、はいこれを立ってやるとどうなるかっていうと、まあちょっとミキさんこうしてもらってこれでね、こうでいいや。で今体を持ち上げるプッシュアップはこういうことしてるわけですよね。だけどその地面を押すプッシュアップはこういうことしてますよっていう話になるわけですよ。まあ一応言ってることは分かんないけど、はでやり方も分かんないけど、実際何が起きてんだろうっていう骨とか筋肉とか、そういうのは働きが何が違ってるんだろう。ああ、なるほど。さっきのまさに。ちょっと僕のライブでやったやつのミッキーさんのうんお尻上げようとしてるのとうん地面を押してるのさと全く同じなんですよ。うん要はこれごめんなさい。なんですかね。プッシュアッププッシュアップなんですけど、みんなプッシュダウンするんですよ。プッシュダウンはい。どういうこと？要はこうあるじゃないですか。うんみんな大事にしてるこっちなんですよ。下がるとそう。はあはあはあそうなんだ。はい。だからスクワットもそうで、あ、いいですか。みんな大体全員こっちまでが大事なんですよ。下がる下がる方で、あとはなんていうんですかね。戻せばいいみたいな。じゃなくて大事なの、こんなの言い方悪いですけど、こうやって抜いちゃえば落ちるじゃないですか。なんで、こんなのここから抜いて地面を押したらいいんで、ここから地面を下がってくるのが大事なんですよね。スクワットも。で、プッシュアップもプッシュアップじゃないですか。プッシュアップ。なんで、それが大事だと思います。これも別に僕パーでやるんですけど、みんなこっち力入れてて、こっちは適当にやるんですよ。下がる方で力入れる意味ないもんね。あ、そうですそうです。だからこっちに力入れてて、こっちでしっかり上げてあげればいいじゃないですか。なんで力使う場所が変わります、単純に。だからこうやっていったら内側なんですよ。力をなんですか、ダウンしていくときは内側使うんですよ。でアップするときは絶対背中とか、背中なんだ。はい、とかに入ってくる。多分意識して、多分ミキさんが一番今何もない状態じゃないですか。システムやられてないですし、別にプッシュアップ普段やります？あんまりやらないですね。やらないですか？それになったら、先生のとこでなんかプッシュアップをやらせて。ああ、地獄のシステムやりやってみたいな。なので、多分今やっていただくと分かると思うんですよ。ちょっとプッシュアップの姿勢取っていただいて、で、グーでいきましょう。そしたらグーで下げていくのをメインでやってみてください。下げていくのをメイン、そう下げていくのをメインで上げるとき何も意識しないで上げる。ああ、なるほど。
的なこれ一般的だと思います。胸をどうつけるとか、どこまで下げるとかってなると多分使ってるのこっちじゃないですか。まあだってプッシュアップ一般的にはこのね大胸筋であったりとかっていう話になるから。ただそのプッシュアップを下げていくのは逆に脱力ちょっとしてこういうじゃないですか。そうするとですけど、ごめんなさい。この辺入ってくるんですよ。はいはいはい。はず。はいはい。やってみます。ちょっとやってみてください。下げるのはそんな意識しないでいただいて、アップしっかりです。ああ、なるほど。ああ、はい。そう。背中に力が入る。広背筋とか。でこの結果入るってことなんです。そう、結果ですね。結構背中って昔のだとヒットマッスルとか言われたりするじゃない。はい。そう、背中大きい人感じてるとかあるじゃないですか。でも入りましたよね。入りました。まさにそのヒットマッスル。ので多分上げろとかっていうふうになってるのかな。体幹側でもその働いてくる筋肉が違ってくるんだよね。そうです。なんで、なんですかね、本当今すごい多いのが、側は一緒なんですよ。側は一緒なんですけど、中身の動き方が全く違うと。じゃあ、本当全部そうなんですけど、今便利な時代で、YouTube 見るとフォームってめちゃくちゃ出てるじゃないですか。じゃあ本当スクワットが一番分かりやすいんでやるんですけど、膝出ないよとか、つま先から膝出ないよとか、じゃあ背の角度と体平行にしようねとか、じゃあお尻引こうねとかってやっていくと、これも多分悪くないと思うんですよね。でもここめちゃくちゃ入ってるんですよ。でもこれはあんま良くないスクワットなんですよ。これの姿勢と、ごめんなさいね、これの姿勢って多分そんな変わんないと思うんですよ。パッと見はね。パッと見は分かるね。でも全然違うんですよね。っていうのが多分システムにはめちゃくちゃいろいろあるのかもしれないですね。だから意識させないで勝手にそうなるように教えられてることはもしかしたら。スクワットとかでも下がるのもまあ脱力して下がるっていうのもあるし、あとはもう足の裏でこう床を引きつけるみたいな感じで下がっていって、足の裏で床を押していくみたいな。あとプッシュアップとかもこれを下がるっていうのもなんか結構初心者だったりするとでこう力入っちゃうからこれストレッチと思ってやれって。そういいと思いますね。こことあとここの三頭筋のあたりとか下がるとき伸びるはずじゃない。なんかその感じ分かりやすいようにするためにもうここのところにこうジャンプとかで G ショットをかして。なんかいけるそうとこのストレッチ感出てくる。一応それスポーツ的にもちょっと理にかなってる。かなってると思います。例えばその佐々木先生のライブでやってもらった後ろに寝てお尻を上げようとするか地面を蹴って窓に上がっちゃうとするかのでやっぱり入る場所違ってたじゃないですか。ハンストリングに入るかお尻とか腰に入るか。そういう差があれにもある。そうです。全く一緒のことが起きてると思います。自分が上がるのか地面を押すのかっていうので。なるほど。じゃあそれミッキーさんにやってみてもらえますか。ぜひぜひお願いします。どうだろう。じゃあ最初じゃあこれで押していってもらって。これはもうこのもう普通の押し方で押すっていうのはこの僕の手を最初寄りかかっちゃうんですね。寄りかかっちゃいますね。この体の動きを先に生まれちゃうんですね。伝えようとするとそうなる。で今度は何回か床を押すプッシュアップしてもらって、地球を押すつもりっていうふうに地球を動かすってことですよね。そう一番下まで行ってもらっちゃってそれで床をゆっくりこの地球全体を向こうにずらすぐらいの感じで軌道を変えようってことですね。もう地軸曲げちゃうぐらい。そうですよね。1年が400日ぐらいになるかもしれないです。変わっちゃう。明日寒いみたいな。そんな感じ。なるほど。でそれでこうまた同じのをしてもらう。こういうそう強くなる。全然違いますか。全然違うっすね。全然違うっすね。僕覚えてないですね。ここだけで本当。これが生まれちゃうんですよね。でそれはなくなる。で意外に押すっていう動作ができない人がすごい多くて。で押すって言いながら
こうなんていうか寄りかかっちゃうんですね。こう手出していただいて、こうやってね。で、こう大げさにやると本当こうで、もっと強く押そうとすると寄りかかりやすいんですよ。そうするとかえって力出ないじゃないですか。こうなっちゃうわけですからね。そう。でそれとかもっとひどいパターンがこうやって押してんだけど、押すって言ったら二頭筋いらないはずじゃない。はい、だけどね、二頭筋まで含めてガチガチになっちゃうんですよ。あでこれミッキーさんが手を離したとしても、このまま固まってるみたいな。力入れてるんだ。そう。ただこう押してる感じ、力感は本人ものすごいあるんだけど。だけど、そもそもただ固まってるだけ。やってる風ですよね。実感はすごいあるんだけど、働きがちょっと出ない。なんでそうなっちゃうんだろう。多分プッシュアップはこう落としてこうメインでやってるからじゃないですか。それってハムのあれやった時みたいに使ってる場所変わってるってことですね。だと思いますよ。なるほど。だからそもそも使い方知らないんですよ。だって3頭筋はこれじゃないですか。こうやったら伸びるじゃないですか。でも多分こっちを伸ばしていくみたいなイメージでもしかしたら使っちゃってる人もいるんですよ。二頭筋を伸ばしていくってイメージでも肘って上がるし、イメージですよ。これイメージだけど、そしたらこっちなんか何もなくなるじゃないですか。そうか、伸ばす場合は手動先こっちだから、こっち意識してればいいものを二頭筋意識しながら。そうか。やっぱそれ頭の中のその動作プログラムみたいなのがそうですそうです。ずれちゃってる。だから当たり前って人によって違うじゃないですか。だからしゃがむ立つもそうだし、手出すもこれも人によって当たり前が違うと思うんで、多分その人の当たり前がもうこれが当たり前なんですよ。もうここからこう押していくことだし、これがその人に動作プログラムを植えていってあげれば多分できるようになると思うんですよ。なるほど。ちょっとミッキーさんの背中チェックしてもいいですか。二通りの上がり方で。なるほど。意識を変えて。そう。最初は下がったところから。普通のプッシュアップ。そう。普通に自分を持ち上げるプッシュアップ。佐々木さんもチェックしてみてください。どう変わってるの？これあれ下ろすの意識してることですか？こっち。今はね。そういうことですね。下ろすの意識ですよね。自分を持ち上げる方。なんでそうするとここめっちゃ入ってるんですよ。本当だ。ここ触ってほしいんですよ。ここがめちゃくちゃ入ってるんですよ。てかミッキーさんの胸筋すげえ。やばいですね。とか二頭筋とか。肩の付け根？いや大胸筋ですね。大胸ですね。確かにそうだ。ですね。がすごい入るんですよ。落としていくのをメインにする。ここで下がったところ。地面をプッシュ。地面をプッシュ。ってなると多分こっち抜けるんですよ少し。本当だ。でこっち入るはず。そう。なるほど。こうやって見ると分かりやすいです。めちゃくちゃめっちゃうまいですね。いやめちゃくちゃ入る。わかりやすい。本当ですか？褒められてる。やっぱ俳優なんで。イメージの入り込んでましたね。今全然違ってました。全然違うさ。筋肉大きいからわかりやすい。分かりやすい。今日大胸筋でかい。でかいですね。上部ボーンなってましたもんね。本当ですか？ここのところなんかボーンなってました。これはこれでいいなと思っちゃったね。トレーニングとしてはこの回が成り立たなくなる。確かに。そうだよ。両方鍛えられるもんね。やり方変えれば。確かにそうですね。だって同じ動作なのに意識を変えるだけで表と裏運動が変わる。これ多分ベンチプレスも同じってこと？同じです。全部同じです。ってことはこうやるときにその今みたいにやると大胸筋がつかないベンチプレスになる。背中が入りやすいベンチプレス。なるほどね。じゃあ目的によるんだ。多分ほとんどのもう9割以上の人はベンチプレスは胸をつけるためのものだ。そうですよね。普通そうですね。でも押せあとこっち入るんで、だから僕はこっち入るとこうなるじゃないですか。でも押せとこう姿勢取った時にここ働くんで、サッカーとかこれ押すの結構なるんで、だからベンチプレスはプッシュ。なるほど。面白い。面白い。そうなんです。だからね、システマのプッシュアップいくらやってても毎回そんなに筋肉つかないから。そういうやり方ですよね。ストレッチは見栄え良くなんない。ちょっとつけたいんだよね。T シャツに合うようにね。そうミッキーさんみたいになりたい。そしたら
こう寄せるのを一生懸命ストレッチじゃなくて力入れてやるまあね落とすのを、はい、腹筋もね割れないんですよ。そしたら腹筋もそうなんですよね。まあいいや。一応あんまり筋肉つけないようにお伝えしてるからね。筋肉よりも、結構全面人体とか基本的にそう、こう縮める筋肉じゃない、体の周りの方の筋肉だから。と思います。そっか、やっぱそうすると背中が働いちゃうんだね。はい。システマ的にはいいけど、はい。ちょっと脱いだ時には、脱いだ時にはまあでも本当システムやってるのかなって思っていただければね。優しい。じゃあそれを実際にパンチにしてみましょうか。お、やった。お。じゃあミッキーさんの、じゃあ普通のパンチと、はい。ミニストレート。とその床を押すシステマのパンチで、どんだけ変わるか。はい。普通の。はい、普通ので。おい。おい。どうですか、それ。いや普通に綺麗ですよ。普通に綺麗です。でまあ威力もある。で今度はじゃあ何回か床を押すプッシュアップやってみるのがあって。全然違うんだね。ありますね。めちゃくちゃありますよね。じゃあこれでやってみてもらって。どうぞ。おお。打ってみたから。入りが全然違います。吸収というか。おい。おお、すごい。面白い。全然伝わるもんだ。でも北川先生のパンチ近くなるですね。あ、本当ですか。なんか放り投げるイメージなんですよ。まあね。放りでもなんですかね。これ僕前見て思ったことはめっちゃ細かく動かすじゃないですか。ストライク。なんか関節一個一個放り投げていくイメージなんです僕ストライクって。だからなんかこうガチャガチャもあるんだなって思ってるんですけど。ポンみたいな。まあね。でも近いですよね。ちょっとプッシュアップのやり方変えるだけでもね。おお、面白い。なんか結構自分でやってるだけだと、なんか体の使い方全然変わってんなって思うんだけど、何がどう変わってるのかってちょっと分かりづらかったから。今はっきりと出ましたよね。だってなんかミットにこのぐらい吸い込まれてましたよね。プッシュアップが。ね。あと打った後のこのミッキーさんに行く反力が全然違ってたような気がする。普通のやつだとやっぱガンとくるんですよね。そうですね。それはなくてスポーンと入ってて、もう一回やってみてもらって。でスポーンと入ってくる。あ、なるほど。勉強になりました。本当。やっぱ客観的に分析してもらうってちょっとやってもらえたら、あ、なるほどなって全然違う視点になったから。よかったです。ビフォーアフター全然違いますね。ね、ビフォーアフター違った。3人とも顔が濃いですね。そうだ。思ったけど。関係ないじゃん。南から船越えで来た人たち。あ、全員二重だ。確かに。全員二重だ。はい。色がもう。ジグロで。確かに僕も沖縄ですかってめっちゃ言われます。僕もよく言われます。みんな海洋民族系かな。はい、そうですね。ということで、恋川の3人でお送りしました。新しいトリオが生まれましたね。はい、生まれましたね。すみません、じゃあ佐々木さん、ミッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあミッキーのチャンネルもできるしね。あ、そうですね。モンスター TV。あ、モンスター TV。これからできるし。あと佐々木さんのチャンネルも登録よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。